ボタ島水やりダイアリーとは、皆様からいただいたコメントに返信しつつ、毎日の水やりを楽しく行う様子をお届けする内容となっております。皆さんとの交流を大切にしながら、植物への愛情を込めた水やりの時間を共有します。ぜひコメントを通じてお気軽にご参加ください。風邪ひいちゃったねえ、恐れていた事態がね起きましたよ。水やりする壁がないっていうのがね前回ありましたけど、私が風邪をひくっていうね、大人のくせに体調管理が下手なんです。私急に寒気というか仕事中に悪寒がして、でちょっと調子悪いな、何かな、怖いなやだなってこう思っていたら、案の定ね夜中に、体温が爆上がりしてしまうというね。最近ね急に寒くなってきて、皆さんのね、周りでも体調ね悪くなってる人たくさん見えるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひ皆さんは私のようにならないように手洗いうがいねきっちりやってもらって、あと左右飲んどけばなんとかなるからね。左右飲んでない人はもう体調不良になっちゃう。左右飲んでる俺は風邪ひいたけど、きっとあなたは大丈夫ってなわけでね、今回も行ってきましょう。いつも楽しく見ています。来年10円リベンジをやりますか？おそらくこれは山のことかなと思うんですけどもね。どうだろう、山に行く機会がねちょっと今のとこ予定が立っていないので、正直山に何か植えるっていうことはしないかもしれないんですけど、変わらずね、うちの方で自分が管理している観葉植物に関しては地植えをね、挑戦していきたいなと思いますね。アロイドなんか植えてみてもね面白そうだなとは思ってます。前見たインスタでシュガシュガの音楽かけていたり、選曲のセンスが自分好みで大好きです。植物以外の趣味も多そうだし、そっちの紹介もやってみてください。サタビルダーズみたいな感じでボタビルダーズも楽しみにしてます。嬉しいですね。僕音楽きっとねリールかな、インスタのリールで音楽をかけることが多いんですけど、正直そっちはねおすすめにでインスタが紹介してくれる音楽で自分好みのものを選ぶことが多くて、そんなに自分が検索してね選ぶってことはないんですけど、それでもね自分の好みの音楽だなって言っていただけるのはね嬉しいですよね。僕音楽詳しくないけど好きなのでね、 YouTube で使ってる BGM もこれきちんとね音源を買って、BGM 代わりにね使っているんですけど、この曲も結構いいですよね。僕気に入ってますね。サタビルダーズみたいな感じでボタビルダーズも楽しみにしてますということですけど、やってみたいですね、植物以外のものもね。で一個僕ほんのりと浮かんでるのは、なんかあるじゃないですか、自分の人生を作ったアイテム5個みたいな、そういうやつねやってみたい。カリッと取ってねかっこつけた感じのね、なんかかっこいいでしょそういうのねやってみたいです。ゼンボレンパーカーが超絶誘惑してくる。買ってほしいですよ。これスズリっていうサービスを使って僕がね、自分でグラフィックを作って、スズリの方で販売しているものですけど、これね一応裏の話っていうかねいい話があるんですよ。これねマイナンバーカードで市役所の人が撮った写真をねこう有効に使っていこうっていう僕の中の取り組みでね、でその自分のマイナンバーの写真をちょっと加工してね、作っていたりとか、ゼンボレンパーカーの目元にはねゼンボレンって入ってますけど、上にはねちょっとなんて自分で書いたか分かりませんけど、あなたは誰と園芸してるっていうねスーパー尖った、フレーズをねあしらってますんで、ぜひねそれを着てストリートのチャンピオンになってほしいですね。よろしくお願いします。小田島さんトレラン似合いますね。トレラン顔取り込んで寂しくなった外のスペースにパンジーやビオラなんていかがでしょうか。最近のはめっちゃ綺麗ですよ。いいですよね。パンジービオラって僕ねやってたんで、去年このねボタ島ビデオでお花のことをするとなかなかね皆さんに見ていただけないっていうのがあるんですけど、過去の動画にねパンジービオラの世界展っていうのに行って、パンジーとビオラをねなんかひょんなことから買ってしまったっていうね動画もありますんでね、ぜひ過去のやつ見ていただけたら嬉しいんですけどね。このぐらいの季節にね綺麗に咲くお花たくさんあるのでね、僕もちょっとお花またね買い始めようかなって思ってますね。液肥や活力剤はあげないんですか？冬だからいらないか。僕ね液肥とか活力剤使ってた時もあるんですけど、基本使わないんですよ。で使う時は夏前に液肥とか活力剤を外であげることがあるかなぐらいの話で、冬場はねそんなに使わないですね。もうこれ何回も言うんですけども、希釈するのがちょっと面倒だなっていう部分だったりとか、あと僕手でね圧力をかけるタイプのポンプの
粉粒機なんかそういうピシューってやつあるでしょ、スプレーの。あれ持ってるんですけど、あれが結構しんどいっていうのもあって、なかなか液肥とかその液体系のやつにはね手出せずにいますね。バナナムーンゴールドめちゃくちゃヘビーリスナーだったので点上げ会でした。スローモーションの躍動感素晴らしいですね。ラップもまた楽しみにしております。ビニール袋株、ビニールに入れたまま紹介みたいな回も見てみたいです。ビニール袋会ね、うちがさ今正直ね、この水やりダイアリーを始めてからビニール袋に入れてるカップ、2株あるんですけど、そんな形で今年はねビニール袋実際少なめなんですよ。でそれがなんでかっていうと、ビニール袋を入れてしまうと水やりがなくなってしまうっていう、ところがあって、水やりダイアリーを毎日やるのであればもうこれビニール袋からはこうちょっと卒業しなきゃいけないっていう部分があるんですけど、それでもビニール袋を使ってるものはあるんですよ。どんな植物に使ってるかっていうと養生株に使っていたりとかするんですよね。カットした後に発根させるためにビニールを使ったりとか、動かしたい株、目を動かしたいな、歯を動かしたいなっていう株にはビニール袋を結構積極的に使っているので、そちらの紹介もね今後やっていけたらいいなと思いました。ありがとうございます。大人になってから食べれるようになったもの、美味しさが分かった食べ物ありますか？エピソードもぜひ。あるっちゃあるんですけど、これあんまりいろんな人の共感得られないかもしれないんですけど、僕ねトウモロコシかな。トウモロコシってさうまいよね。食べれるようになったっていうか、子供の時からね別にトウモロコシとかコーンだよね、食べれたんですよ。別に食べれる嫌いとかじゃなかったんだけど、コーンっているかなっていう考えだったんですよ。コーンだけを食べるってあまりなかったのでね。で僕の中のコーンのイメージってやっぱりどうしてもミックスベジタブル、ファミリーレストランに行った時にハンバーグセットを頼んで、メインのハンバーグが真ん中に鎮座していて、右上にポテトサラダ、左上にミックスベジタブルでしょ。ミックスベジタブルっていうハンバーグとポテトサラダだけだとモノクロの世界になってしまうから、ちょっとした彩りを加えたろうみたいな、この赤黄色緑がこのワンプレートを鮮やかにしてやってんだみたいな、そういう素振りを見せてた気がしていて、よくだから嫌いっていうか、だからそういう俺がやってやったっていうそういう態度が気に食わなかったんですよ。だからコーンってずっと食べてなかったんですけど、ちょっとお高い居酒屋で旬のトウモロコシの天ぷらを食べた時に、こんなうまかったかトウモロコシと思って、これ以上うまいもんって世の中にないやろっていうぐらい衝撃が走って、そこからね美味しさが分かって、食べるようになりましたね。トウモロコシです。はい、ということでありがとうございました。たくさんのコメントね、本当にいつも嬉しいです。ありがとうございます。今回はね、フルアフレコということで、音声ね、後から載っけているんですけども、聞き取りやすさは出たかなと思いますね。で、体調不良ですけど、動けるのでね、なんとか今後もね、というか明日もね、水やりダイアリーね、更新していきたいと思いますので、ぜひねコメント、チャンネル登録、高評価等をしていただいて応援していただけると嬉しいです。また明日の水やりダイアリーでお会いいたしましょう。ありがとうございました。ボタジマでした。